こちら先週のブルームバーグの記事で、バフェット氏のバークシャー円建て社債で1220億円調達、今年2度目という記事がありました。4月に引き続きの資金調達で、ちょうど日本株も33年ぶりの高値圏に上がってきたというタイミングでした。今年の日本株の上昇率はですね、世界でも有数の上昇率で、確かにドルベースで見れば多少見劣りはするんですけども、それでも十数%のリターンを出しているんで、世界の中でも注目は比較的高まってきているのではないかと思います。このようなタイミングでですね、今一度この世界最強の投資家ウォーレン・バフェットの思考を改めて学び直そうということで、本日の動画を撮っていきたいなと思います。今日ご紹介するのはバフェットからの手紙第8版ですね。これは毎年報告される報告書に記載された株主宛ての手紙から抜粋して整理した本になっておりまして、数多くのバフェット本の中でも最も一次資料に近いバフェットが直接語った言葉っていうのが収録されている本ですね。とても要約をしようなどというそんなことはもう不可能なぐらいの圧倒的なボリュームの作品でございますので、本日の動画でも一部分ですね、彼の考えの特徴を表すような言葉をご紹介していこうかなと思っております。で、1年半ぐらい前の動画で第5版の本をね、動画化しております。まず本の内容に関してなんですけど、この5版とこの第8版、これ6と7がないじゃないかって言われそうですけど、なんかそれはちょっとした数え方の問題で、第1版の前に2版ほど実はあったっていうことだったので、前回のこの5版が正式にはこれが第7版だよということだったらしいので、ちゃんとこれの次が今回の第8版になっております。で、内容としてはね、95% 同じですと言っても過言ではないのかなと思います。なので前回の動画の方がですね、よりバフェットの一番根本的な考え方っていうのが特にまとめられた動画になっておりまして、こちらの過去動画もね、ぜひ見ていただきたいと思います。価値と価格、ミスターマーケットとか、試験目投資の教訓とか、株式の内在価値とかね、特にこういったところ、バフェットの考え方の根本の部分だと思いますんで、こちらの動画もぜひ参照していただきたいなと思うんですけれども、その上で今回の動画では前回とは違う部分の話題をご紹介していきたいと思っておりますんで、ぜひ合わせてご確認ください。で、今回の動画ではどこをピックアップしたかというと、この4つにしてみました。人生と借金と安眠、持ち家政策について、買収について、株式分割について、これらの話題についてもまたバフェットの考え方がですね、出ている、話題かと思いますんで、本日の動画も最後までご覧になっていってください。はじめに私の紹介です。2児の父親でサラリーマン投資家です。こういった投資本なんかも出版させていただいております。こちらのチャンネルでは動画をジャンル分けしておりますので、自分に合った投資本や動画を探してみてください。まず早速、人生と借金と安眠という話ですね。こちら引用です。バークシャーで多額の借り入れを行って買収や事業を行うつもりはありません。もちろん事業運営の常識からすれば、私たちはあまりにも保守的で、バランスシートにほどほどの借り入れを加えれば、おそらく利益を安全に増やすことができるでしょうと、そう語る一方で、私たちが保有している巨大な投資ポートフォリオの市場価値は、ある条件の下で大幅に、そして急速に下落する場合がありますと。過去にあった特に代表的な下落がこちらです。1973年3月から75年の1月、59% の下落。こんな時代もあったんだなと。そして87年、これはね、10月2日から10月27なんで、3週間ちょっと、もう1ヶ月も満たないうちに 37% も下落したという、いわゆるブラックマンデーというやつですよね。こちらの73年は、そう、石油ショックですね。そして、1998年6月から2000年3月の1年半の期間で、これは 48.9% の下落。そして2008年9月から2009年3月、約半年の間に 50% の下落。こうして見てみると、期間の短さで言うとブラックマンデーの勢いって本当すごいですね。株式市場は何度もこういった暴落にさらされてきたという歴史があります。そんな中でバフェットがどういった行動を取ったかというと、例えばリーマンブラザーズ破綻後の25日間の混乱で156億ドルを投資したというですね、まさに彼のスタイルは一般的に安く買うバリュー投資と言われていますが、こういった暴落のタイミングにこそ進化を発揮するようなスタイルなんですね。これは後から振り返ればそれはそうするよねって当たり前のことなんですけど、いざ目の前にその時のね当事者になってみると、なかなかそういう判断っていうのは非常に難しいもので、例えば借り入れが少額でもあれば気持ちに不安定な部分が生まれて良い判断はなかなか下せない。
というふうに語っております。彼の言葉を引用すると、一部の人たちが借入金を使って投資を行い大変豊かになったことは間違いありません。しかしそれは大変貧しくなる道でもありました。借り入れは習慣性を持ちます。保守的なやり方に後戻りしようと考える人はほとんどいません。レバレッジはほとんどの場合、そのスピードを少し早めるだけです。マンガーと私は、マンガーというのはもう相棒みたいな方ですね。マンガーと私は先を急ぐつもりはありませんし、結果よりも過程を大いに楽しんでいます。そうなんですよね。レバレッジかけるって成功した時はすごい目立つんですよね。インパクトはすごいあるんで、結果の。ただそれってちょっと高速道路でゴールまでの時間を少し短縮する程度の効果なんですよ。それと引き換えに事故るリスクっていうのが非常に高まるんですね。そこは当然トレードオフになるんで、考え方が人によって違う場合っていうのはもちろんある。何を優先するかで変わる場合があるんだけども、実際保守的な運用で暴落時に追加購入するようなスタイルを貫いたウォーレン・バフェットが世界最強の投資家になっているというこの事実を目の当たりにするとですね、投資で本当に大事なことは何なのかっていうことが学べるような気がします。それは1分1秒早くゴールするよりも着実にゴールにたどり着くこと、そういうことではないかと思います。続きましてね、持ち家政策という章があるんで、この部分から少しご紹介。アメリカはね、ご存知の通りリーマンショック2008年までに持ち家政策で道を踏み外した政府、貸し手、借り手、メディア、格付け機関、あらゆる人がこの破滅に加担をした。リーマンショックのね、映画とかも何本かいろいろ僕も見て、本当に格付け機関とかも絶対じゃないですからね。結局これも人間というミスを犯す生き物が動かしている機関なんだなということがわかります。というように、もう貸して借りてももちろんメディアもみんなで大きな失敗をしたと。その失敗の原因になっていたのが、長い目で見れば間違いなく住宅の価値は高まるのであり、多少の落ち込みは取るに足らないものだとほとんどの人が信じていたため、ということだとされています。もちろん不動産はある程度インフレに対する強さですとか、現物の資産であるということなどを考慮するとですね、完全に間違ったことを言っているわけではないと思うんですけれども、あまりにもこれに頼りすぎたローンっていうのが組まれていた。それが問題だっていうんですね。借り手ももちろん悪いんですけど、彼らはね、専門家でも何でもないので、ここには情報の非対称性とかもあるんで、やっぱりプロである貸し手もすごく悪いなと思うんですけど、両方ともですね、浮かれていたというか、住宅価格の値上がり前提の借り換え前提で計画が立てられていたと。よって、その値上がりという前提が崩れてしまったため、住宅を手放さざるを得ない人が続出したんですね。そんな中で、バークシャー・ハサウェイが保有したクレイトン・ホームズというところでは、顧客の信用スコアは周りと同様サブプライムレベルで、収入も波の人たちでした。にもかかわらず、住宅ローンの延滞率はわずかに 3.6%、 かなり低い数字になっていたということで、それはなぜかというと、彼らは将来の値上がり期待ではなく、現実的な収入で返済可能なローンを組んでいたということですね。普通に考えれば当たり前ですけど、その当たり前がなされていなかったという上でのバブル崩壊だったのかと思います。こうやってね、振り返れば、なんで当時の多くの人々、しかも大企業に勤めるような優秀な人たちがみんな一緒になってミスを犯したのかって、本当にね、こうして振り返るとおかしいなと思うんですけど、それは昔からそうで、チューリップバブルとかもね、今から考えればなんでそんな愚かなことをと当たり前のように思うんですけども、どの時代の人たちだってそんなにじゃあ知能レベルで今の僕らとそんなに変わらないはずなんですよ。それでも大衆のこの熱狂とかね、群衆になるとそういった行動になってしまうということっていうのは、学ぶべきかと思います。そんな中でバークシャーが保有していた、銘柄っていうのはですね、まともなことをやっていたと。でもバブルの時ってやっぱり目の前の隣人が儲かってるのを見ると、じゃあ俺も1枚噛みたいってそうなるんですよ、絶対普通は。そんな中で周りにならされず当たり前のことをするっていうのは、それは当たり前じゃないのかと思います。そして持ち家政策それ自体はバフェットは素晴らしいことだと言ってます。私と家族は現在の家に50年間住んでいると。これからも住み続けるだろう。住宅を購入する動機は楽しみや実用性のためにあるべきです。利益や借り換えの可能性であってはなりません。
住宅を利益の可能性で買ってはならないと言ってる。そして購入する住宅は購入者の所得に見合ったものでなくてはなりません。持ち家買う買わない論争とかってよく言われますけど、まあね、バフェットは不動産投資家ではないので、バフェットの言うことが全てではないですけど、世界一の株式投資家の意見としてね、こういうこともあるっていうのはご参考になるんじゃないかなと思います。続いて買収という話ですね。一般的に我々がする株式投資っていうのは普通に企業の一部をですね、株という形で保有するという形ですけども、ウォーレン・バフェットの場合はもはや会社丸ごと買うっていうことも多々あります。これまでの実績が示しているように、企業全体を所有しても企業の一部の株を取得しても私たちはどちらでも構いませんと。買収に対してどういった考え方で買うっていうのは、企業の一部をね、我々が1単元100株だけ買うときも考え方は一緒ですよと、そう言ってるんですね。規模が大きいか小さいかの違いだけです。で、バフェットはこれまで何度もですね、童話に例えて、ヒキガエルが王女様にキスをされて王子様に変わるみたいな、この買収するっていうことでですね、冴えなかった企業が生まれ変わる、ストーリーを期待して買収した結果がどうだったかっていうことが書かれています。そしてそれまでにバーゲンだからという理由で、価格が理由で買ったヒキガエルは結局どうやっても王子様には変身しなかったんですよね。いわゆるバリューの罠っていうやつですね。割安なのは割安には理由があってずっと割安なままだと。で、王子になった株の多くは買った時点でもうほぼ王子になっていたとなると、当然購入価格もほぼ王子それ相応の価格なので、引き換える価格で買えたわけではないと。バフェットも長い投資の歴史の中でスタイルの変遷っていうのがあって、初期の頃は特にこの割安さっていうのが重視されていたんですけれども、まさにこの最初の事例のようにそれだけではうまくいかないことがあって、だんだんスタイルが変わってきて、結局はこれは王子だろうという銘柄を一部分でも引き換える価格で買えればもうそれでいいですよとよく言われる言葉で、素晴らしい会社を適正な価格で買う方がいい、波の会社を安く買うよりずっといいと言うんですね。値段が激安な銘柄は結局ずっと日帰るなんですよと。それよりは本当にもうこれは素晴らしい企業だと。その素晴らしい企業が高すぎる値段じゃなければいいな、適正な価格でいいよ、割安で買えるなんて思ってません、適正な価格で買えれば十分です。こういった考え方に変わってきたっていうところですね。そして数々の企業買収の成功事例なんかが載っているんですけれども、それらは大きく2つに分類することができると。1つ目、インフレの環境にうまく適応した企業だけを買収した事例。もう1つはスーパースター経営者。今日の動画ではこの1番を見ていこうと思います。インフレの環境に特にうまく適応した企業の2つの特徴があると言います。このインフレっていうのは、今の社会でもですね、結構キーポイントになると思うので、今日はここをピックアップしてみました。で、その2つの特徴なんですが、1つ目、市場占有率や販売量が大きく下がる恐れなしに、製品需要が単調で設備稼働率が低い場合ですら容易に価格を上げることができる能力を持っている。つまりインフレに対して価格に転嫁をすることが容易である企業ということですね。これはまた別な参考図書で、バフェットの銘柄選択術という本の中で、優良企業を見極める8つのポイント第7条、インフレを価格に転嫁できるというポイントがありまして、まさにこの話だったのかなと思います。ここではハーシーチョコの事例が載っておりまして、インフレが進行する中で販売個数が同じでも利益を2倍にできた。これは売値も2倍にできているからですね。売値が消費者に需要された例と言えます。そこにはやはりブランド価値があったりとか、何かしらのビジネスモデルの特徴などがあるわけですね。詳しくは参考動画でこちらの解説動画も載せておきますんでご確認ください。つまりその価格を上げられる能力っていうのは、競争上の優位性を何か持っているか、価格決定力を与える経済的な掘りを持っていることを意味すると考えられるんですね。この経済的な掘りっていうのもウォーレン・バフェットがよく使う言葉です。いくつかの製品には掘りがある。アップル製品を持っている人は新しいバージョンが欲しい。コストコは人々の心の中に掘りを持っている。アマゾンプライムも値上げを需要される。こういった掘りを持っている企業を発見するということは、バフェットも重要視していることかと思います。そしてインフレの環境に特にうまく適応した企業の2つ目の特徴がこちら、資本を少し追加投入するだけで事業の規模拡大を受け入れる能力を持っている。規模を拡大するためにどれだけ投資が必要かということになります。例えば
テスラ。これは生産量を増やすためには多額の設備投資が必要。しかもその増産には長い時間がかかる。こういったビジネスの場合は資本を少し追加投入するだけでとは言えないですよね。結構な追加投入をしないと規模拡大をできないということになります。一方、例えばメタ。規模を拡大するためにこれまで1つの画面に広告を2つ出していたのを3つにするということは容易ですよね。工場建設をするような大規模なお金の投資や時間をかける必要っていうのはありません。そんなことをしなくても売上を増やすことは可能です。そういったものは極端に資本の追加投入が少なくて済む事例ですね。このような特徴がある企業がインフレの時にうまく適応したと言われており、企業買収の成功事例でもあるということでした。続きまして株式分割についてです。ウォーレン・バフェットは株式分割に否定的な人物であるということで有名です。その理由として次の3つが挙げられております。株の売買が増えて取引コストが上がるということ。短期的で市場価格を気にしすぎる市場志向の株主を引きつけてしまう。これらの影響で株価が会社の内在的価値からかけ離れてしまう。つまり株主の質をすごく気にしているということになります。90% を優に越す、おそらく 95% 以上の株式が5年前もバークシャーの株主であった投資家によって保有されていますということで、この部分をですね、特に言い表しているのが今回の第8版で新しく追加された章があって、その追加されたのがこの質の高い株主5つのバケツっていうのがですね、最新版では追加された項目としてありまして、この5つのバケツに株式が入っていると。一つは創業者バフェット自身が保有しているバケツですと。で、機関投資家が2種類ありますと。インデックスファンド。これはルール上保有しなければいけないという理由で保有している人たち。で、アクティブファンドっていうのが市場リターンを上回るためにアクティブな動きで売買をしている。そういう人たちも保有している。そして個人投資家にも種類があって、場合によってはより魅力的な株式を見つけた際にはバークシャーの株を原資として他の株に乗り換えることもあるような、そんな個人投資家ももちろんいる。そして5番目が彼の言葉で言うとパートナーと呼ぶような投資家ですね。こんなことも言っています。もし私たちが株式を分割したり企業価値よりも株価に焦点を合わせるならば、売り手となる既存の株主よりももっと質の劣った新規の株主を引きつけることになってしまいますと。なので既存の株主で長くバフェットたちを信じて保有してくれている、まさにパートナーと呼ばれるような投資家たちをバフェットは大切にしているんだと。で、この人たちが安定的な保有をすることによってバークシャーハサウェイ自身の株価も安定しやすくなるし、その内在的価値っていうところから乖離しにくくなるということなんですね。で、自社に対してもこういったことを言うということは、バフェットが購入する他の会社の株式に対してもこういった見方がある程度あるのかなと考えることができます。はい、という感じで本日は4つの話題ご紹介させていただきました。今回第8版の動画を初めて作成したんですけれども、当然ね、まだまだこの本から学べることっていうのは山のようにありますんで、リクエストだったり機会があれば、動画の反響とかが良ければ続編動画なんかも作りたいなと思っている一冊でございますんで、ぜひグッドボタン、コメントなどもいただけますと嬉しいです。というわけで本日のご紹介以上ですね。前回に引き続き喉の調子がまだ治ってなくてあまり声が張れないんですけれども、前回の動画でまさにね、いつもより静かな語りで全然そっちの方が聞きやすいよみたいなコメントが多くて、怪我の巧妙と言いますか、確かにね、僕も YouTube 始めてもうちょっとで5年になるんですよ。5年もやると慣れてきて無意識に声がだんだんでかくなっていたっていうことに気づきまして、そんなに声張らなくてもいいなら今日もまだ喉本調子じゃないけど撮影しようと思って収録をしたということになります。週1更新はするっていう、自分との約束を守ったという形でもあるんで、更新をしました。また来週は最近の新刊とかもご紹介していきたいなと思いますんで、ぜひ今後も応援よろしくお願いします。というわけで本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。